皆さんこんにちは。チャプターズブックスター書店主の森本萌乃です。スタッフのななみです。萌乃さん、神戸お帰りなさい。はい、帰ってね、久しぶりなんだよね、ミーティングね。そうですね、会ってなくって、久々に萌乃さんと喋るなっていう感じですね。ね、そう喋ってたらミーティングから普通に雑談入っちゃってそうあ、もうこれじゃあラジオでもやろうかみたいなねになって撮ってます。どうでしたか？神戸はすごい盛り上がってそうな印象がありましたけど、出張センション、そう、神戸はもうずっと人が来てて、素晴らしかったのが2つあるんだけど、なんか1つが一緒に選書をした選書マイスターさんの活躍、で私同い年の方で、チャプターズをもう4年使ってくれてる方だったの。長いですね、ありがたい。そうで、なんか話すとやっぱちょっと趣味とか考え方とか、その元気なんだけどなんか落ちるとこ一人でオフになるみたいなとこ、だからちょっと似てるとこが2日間がっつり一緒に選書したらあって、なんか微妙に細かいとこが似てるんですね。そうで、これもしかしたら4年間ずっと同じ本読んで、でこの私がこうね心血注いでるサービスを見てくれてる、でしかもお稲年みたいなこともある、この出会ったのは初めてだけど、この4年間が作った距離感があったのかなとか思ってなんかすごい私気持ち入っちゃってそれはもうなんか初めて会うのにも心の距離まぶだちぐらい近そう。そうだから私はチャプターズをやってて、もしかしたら一番個人に対してグッときた出会いだったかなって思った、うわ素敵な出会い、もう絶対次2人で飲みに行こうって言って多分なんか性格とか興味関心とかその、全然違うんだけど、あっちもうちょっとボーイッシュだし、私もうちょっとぶりっ子ファッションが好きだし、なんかそういうのとかも全然違うのになんか惹かれるみたいな、楽しそう、いいな。そうだからすごいチャプターズでもしかしたらでもね、神戸にいるから、神戸に会いたい友達は少なくともできて、でもしかしたらもうちょっと仲良くなれるかもしれないっていう、素敵。そう私が出会ってしまったっていうのが一つおめでとうございますそうでもう一個が、もう関西の人の人懐っこさ、はい、あんなに話しかけてくれるんだぐらい、もう後ろからちょんちょんってやられて見てるわよ YouTube とか最高。そうあとなんか全然なんか見てる YouTube やってる人ですよね、写真撮ろうみたいな、それぐらいのテンションで来てくれる感じとか、すごい。そう東京ってもっとスカスじゃない？そうですね、声かけないですね、多分。だからなんかそうすごいこの距離感が新鮮で、東京の人冷たいって言うじゃん、関西の人たち、南の人たち、すごいねその意味が分かった。本当に嫌な気持ちにならない軽やかな第一声があるパーンみたいな、ね、そうパーンってしてポーンっていなくなってくからみんないなくなるすごいよかったなもうね、みんなほら次の別に大して推してるわけでもないからさ、知ってるレベルで話しかけてるから、それがすごいよかった。いいですね。そうでもなんか中にはもう緊張して、お手紙書いて手震えるような感じで渡してくれる子とか、いやもうで萌乃さんのおかげで本読めるようになりましたとか、なんかいろんな気持ちを伝えてくれて、私もやっぱり読書カルチャーってなんかちょっと閉じてるようなものだった気がして、なんとなくねその内省に向かうもので、だから本好きとか読書好きって言ったら、もう上には上がいるから言えないし、本自体ももう閉ざされてるものだし、みたいなものを少しでも変えたくて、少しでもやっぱもっと楽しい本とか笑える本とか、いっぱいあるじゃん、なんかそんなトーンで私も本の紹介したいと思ってやってたから、なんか一つ報われたなと思って、すごいそれがね嬉しかった。みんな可愛いのよそうなんですか。なんかおしゃれだし可愛くて、嬉しい。そういう、多分ファッションもコスメも好き、飲み会も好き、でも本も好きみたいな、そうネットフリも好き、YouTube も好き、本も好きみたいな、そうバランスの中に入ってほしいなって思ってたから、そういう人が増えてくれてるのかもと思って、
うん、あ、そう、ななみちゃんにもね手紙受け取ってきたよ。あ、そうなんですか。そんなそう、渡してくださいってほら。嬉しい、ありがとうございます。なんて光栄な、大事に大事に読みます。京都の女の子で八つ橋もついてたんで、あ、やった八つ橋好きです、お届けします。ありがとうございます、うん、神戸はそんな感じですごい楽しい、特に楽しい出会い、人が温かいなっていうのが大きかったかな。うん、出張って大事ですね。ほんと、もう次の日ベッドから立ち上がれないんじゃないかぐらい疲れてたんだけどそれでもまた行きたいと思うね、出張。次は名古屋がありますけど、それはもう私にお任せください。はい、行ってきますね。名古屋はね名古屋対東海はななみちゃんにじゃあちょっと萌乃さんが出張楽しそうだなって思って、めちゃくちゃ楽しかった。ちなみに、あ、よかった、でも本当に次の日足棒になるからなんだ、ちょっとむくみ対策とか着圧ソックスみ着たいな、圧ソックスとかあとなんかちょっと水いっぱい飲んでから寝るとか、ちょっとお風呂浸かるとかね、あ、じゃあやってください。対策を講じて臨みます。そう、もう選手は1日10人超えてくるとやっぱ気持ち使う分、多分体力じゃなくて心が結構魂疲れる。パーって抜けてそう。楽しいんだけどね、なんかそういう意味でも選手マイスターさんに支えられた。だからななみちゃんも選手マイスターとやるんだもんね、名古屋。いや、そうですそうです。名古屋にいらっしゃるマイスターさんと一緒に行くので、楽しみ。すごいうまいよ、選手マイスター上級取ってる人。さすがですね。あとなんかやっぱ緊張してきてくれるから、チャプターズもともと知っていいなと思ってやってくれてるわけじゃん。だからなんかそれも一緒になんかサービスを良いサービスでいようとしてくれる気持ちがもう初日からあって感動する。いや、そうか、うわ、楽しみ。やば、楽しんできてそう、楽しんできます。なので私は結構今読書熱がすごい高くて、そうですね。爆買いもななみちゃんとね行ってめっちゃ買ってましたよね。でもあれももう残るところあと4は言い過ぎた、7冊ぐらいかなそんな減るんですか。すごい。昨日上野さんのストーリーかなんかで山のように積み重なった本の写真見て、すごい量読んでるなみたいな。びっくりしました。やっぱりみんながその選書喜んでくれるから、もっといい本をやらなきゃいけない、自分で自分のレベルを上げている分、いやね、この間もこの作家絶対入れようと思って4作連続で読んだけど、もうこれはでも妥協になっちゃってると思ってその作家さんやっぱ入れるのやめたりとか。確かにそれ悩んで入れたら結局後悔するんですよね。そうなのよ、悩んで入れたら後悔するのよ。もう選書入りなんてもうバッチリいくからね、もう絶対これでみたいな、ギリギリになってやっぱやめるとかいうの何回かありましたもんね。そうだからやっぱり悩んじゃったらやめようっていうこの選書のポリシーは変えないでいきたいし、そのためにやっぱりいっぱい読まなきゃいけない。私の読む量っていうのは大切だなと改めて神戸から帰って思っている月曜日ですね。そんな月曜日をお過ごしの中、私は全然本が読めなくてですね、そうよ、そうすっごい悩んでたんです。なんかさ、年始から読んでないよね、あんまり。年始本当に奄美帰ったじゃないですか、で飛行機の中で2冊読みました。そっから本当もう3月中旬ぐらいまで1冊も読めなかったっていう、何があった？なんかもう、なんだろう、詳細は話せないんですけど、心のお天気がすごい土砂降りとかじゃなくって、分厚い雲、小雨みたいな、もう最悪なお天気の状態がほんとずっと続いてて、でもなんかちょっと年齢になってきたから泣くに泣けないしみたいな、発散の仕方もわからないしみたいな、あれみたいな、自分の機嫌の取り方ってこれまでどうやってしてたんだっけみたいな。そうかだから本当に本は読みたいはずなのに、今までなんだろう、落ち込んでた時に読む本、開いてもなんかこれじゃないみたいな、
そう感じになって、結構1ヶ月読まないとかたまにあったりしてたんですけど、そうだよね、そう3ヶ月ぐらいも読めないってなるの初めてで、人生の中で、みたいな、私このまま本読めなくなったらどうしようみたいな、もう書店員やめなきゃいけないんじゃないとか思って、いやすっごい焦りました。ななみちゃんは結構小学校の時からずっと本を読んできたような女の子だから、私は割と遅咲きの読書好きだとしたら、なんかちょっと長いスランプもしかしてなんか自分的にもきついのかな。だって好きなことが本じゃない？そうなんですよ、趣味なんですか、真っ先に読書ですって言ってたのが、できなくなる、私もうなんか何が残るんだみたいな、そこでもすごい苦しいし、でもなんかもちろんお仕事も本読むことだから、選書は進めなきゃいけないのに読めないってやばいじゃんみたいな、結局上野さんにごめんなさい私読めないですって言ってまた落ち込むみたいな、いやそうかそうのばっかり続いてた、3ヶ月。そうだよね、本読めない時あるもんね。なんか私はそうでもそれが正常だと思うというか、なんかななみちゃんが本読めないですって正直に言ってこの本当ちゃんと数ヶ月読めなかったことも素敵だなと思って見てた。いや本当にもう笑えないぐらい読めなかったんですよ。1ページとかじゃない、1文字読めないんです。もう、こう本開いても心がこうざわざわしちゃってじっとしてるのが無理な状態。そうかそうか。なんかもう本当にだから頭使わずに、なんかずっと、SNS ぐるぐるぐるって見てるとかばっかりだったんで、良くないなって思って一旦スマホは捨てて、そっからどうした？映画とドラマとアニメ三昧に走りました。そうなんだ。なんかいい出会いあった？めっちゃ韓国ドラマにハマりました。そう何見てんの？私好きだよ。なんだっけ、名前忘れちゃったんですけど、あれ隣のミスターパーフェクトあるね。私見てないよ。よかった。よかった、可愛くて、でその後になんかこう山岳屋台っていう誰かに触れたらその人の悩み事が見えるみたいな、ちょっとこうスピリチュアルなやつ見たりとか、だから韓国ドラマも多分5種類ぐらい見て、そうで中国ドラマって見たことあります？ない。めっちゃ面白いんです。あっちはもう長編、本当に50話ぐらいある、50、60話ぐらい、いけるかな。めっちゃ長いんですけど、私が見たのは時代物なんですけど、もうなんかすっごい長いのに、もうずっと見たくなっちゃうのが、なんだろう、こうちょっと歴史的背景みたいなのも面白かったりするけど、何よりファンタジーなんですよ。本当にこんな CG どうやって作ったんだみたいな、そこが面白かった。もう余裕で空飛ぶんですね、みんな。その世界観が日本のドラマにはない感じだなって思って、めっちゃハマりましたね。なんでもう本は読もうと思っても読めないから、分かった、一旦もう諦めるって言ってそうちょっと気にはなりつつも、ドラマに走ってアニメもめっちゃ見ました。アニメも見て、映画も見て、でも読めないみたいな。そう時々挑戦するの？もう今いけるかなとか。いや、するんです。結構これはやっぱ職業柄、毎日開こうという努力はしてました。そっかそっか。だから読めないんで、毎回本当に3ヶ月同じ1行ばっかり読んでる。なんかあるよね、本当なんか進まない。そう、こんなに辛いかって思ってたんですけど、復活しまして。そうだよね。なんかやっと読めましたって先週ぐらい聞こえてきたから、じゃあちょうどそんな話できるかなと思って。それが読み終わったんですけど、本当読書スランプをじゃあ乗り越えさせてくれた作品？もうペロリですね。これは今月3月のチャプターズの東の本で、今月今特別にタイトル公開してるんですけど、辻村美月さんの氷のクジラを私は
選びまして、でこの月萌野さんがメインで選書してくださったんで、私未読のやつだったんですけど、なんだろう、最初の1ページから読めるみたいな、こういうことよみたいな、SF って少し不思議みたいな解釈、はーみたいな、なんかすごい久々に読める感じが楽しくなってって、ページめくるってこういうことだよなに相まって、なんだろう、結構作品自体も暗いじゃないですか、しっとりしてるというか、すごいこう頭がというか思考がちょっと大人になりすぎちゃった女の子の話、で、そうだね、なんかその絶妙な暗さが今の、なんだろう、私の気持ち的にもちょうど読みやすくって、だし、でもなんだろう、こう現実離れしすぎてないというか、そうファンタジーすぎないし、でもちょうどいいこうリアル感もあるしみたいなのところで、読むごとにこうちょっとずつ心が落ち着いてくる、そうのと、やっぱ辻村さん本当に最高ですね、続きがずっと気になっちゃう、これはどういくんだみたいな、読む手が止められないってこういうことよねみたいな、本当に、なんでそれであれです、続きを読むのが楽しみな本があるってこんなに幸せなのねっていうのを久々に噛み締めたここ数日でした。よかったね。でもそれも本当にさ、氷のクジラって分厚いけど読み始めちゃうとすごく適切な量だなって思うよね。本当に。でもなんかその、この読書スランプを抜け出せたのもなんかチャプターズの本だったのがちょっと嬉しくって、てか私も嬉しい。私が選書してなんか一人ちゃんと届いてるのがしかもやっぱり私、なんだっけ、いつもチャプターズテスト購入して私のお家にも毎月届くんですけど、でこう毎月じゃあ届いて一応こう開いてみたいな感じでした時に、今月も届いたわみたいな、分厚いな今月のいや私もさ今ちょうど手元にあるんだけど、もう分厚い。いやそう本当にびっくりする。そうこれよく発想いけたなとか思って。本当だよね。そうだからもうなんだろう、一応開くだけ開いて読むつもりは全然なかったんですよ、こんな重たいのこんなに最近読めてないんだから読めるはずがないと、なのにみたいな、なんかもう最初の3ページぐらいであれ、ページめくり出してんなみたいな、そのなんか感じがうまく言えないんですけど、こう自分の中にピタッときて、で、もう一個読めた理由は、やっぱ私はお風呂での読書が最高に合ってる。そう、お風呂で読み始めたんだ。お風呂での読書、そう最初のなんか届いたわチャプターズの本、パラパラ、あれなんか良さそうと思って、最近なんかお風呂でずっとこうスマホばっか見て、じゃあドラマの続き見てっていうのをしてたんですけど、久々に本に持ち帰った時に読めるみたいな。そうお風呂でなんかすっごい長風呂しましたね。100ページぐらい読みたいふやけまくりなんですけど、そうでもそれがそうハマって、もう100ページまで来たらだいたいいけるじゃないですか。そうだね。そこでなんか久々に読む感覚取り戻して、なんだろう、なんかさ、新しく家にやってきて、しかも人から選ばれた本だっていうこともちょっと無責任にいけたんじゃない？それもあったかもしれないです。これまでなんか割と選書するために本読まなきゃいけないみたいなので、なんかいい本かどうか読んでみないと分かんないじゃないですか。面白いか面白くないかみたいな、なんかそこでのこう挫折も結構あったりしてたんで、間違いなく面白いと萌野さんがこうね決めた本が来たのは、今本当にチャプターズ最高のサービスだなっていうのをよかった、そこに落としてくれるのね読書スランプを。すっごい感じた本当に。でもこれ多分、自分で氷のクジラをこのタイミングで買うことはまずなかったと思うんですよ。だってびっくりする分厚さじゃないですか。500ページとかって、確かに本読めない時に手に取る分厚さじゃないんで、そうなんでこういろいろ短編小説とかもちょっとトライしてたりしてたんですけど、そこじゃなくて久々の読書はこれなのねみたいな、結構衝撃だった。
でもなんかあれだよね、辻村さんとかの作品って多分ジャンルになると青春とか、ジュブナイル小説とか、ちょっと若者がね10代が出てくるから、そっちに分類されて違うって思っちゃいがちだけど、なんかすごい自分めちゃくちゃ大人向けの本だよね、いやこれ本当に主人公の書き方がすごいなって思ったのが、高校2年生ですよね主人公の女の子、なんですけど、もうなんか精神年齢本当達観しすぎてて、あんたはいくつなんだいみたいな居酒屋とか行くもんね、忘れちゃうよね。そうだった、17だ。最初読んだ時のあれ居酒屋あれ、制服着てる何歳、みたいな、すごい脳みそばっかり。そうだよね。ちょっとすれた高校生の女の子なんだよね。そうだからなんかこう結構キラキラしてない感じも良かったのかもしれないし、なんだろう、なんかその子が最初いい性格かどうかは置いといて、でもなんだろう、こうちゃんと後半にかけてその子も成長していくじゃないですか、その時になんか久々に私泣いたんですよ。あ、本当。泣き方思い出したみたいな。なんかさ、そのプライベートもちょっと小雨って言ってたから、その別のことで泣ける、だからまさにカタルシスよね。すごいいいよね。だからもう本当に全部良かった。本も再び読めるようになるし、なんかこれまでも本当心のお天気小雨自体は半年ぐらいもずっと続いてるんですけど、なんかその半年ずっとなんか泣けないみたいな、ここら辺なんか目の下ぐらいでってそう、大人って本当になんかなんでこんなに素直になれないんだろうってぐらい、そう苦しかったのが久々になんか泣いちゃってみたいな、もうめっちゃデトックス。よかった。そうか、ななみちゃんあれ読んだ？スローハイツの神様。ジョーは読みました。でも下巻に行ってない。私はまだ止めれました？ジョーで。それをね話したかったんです、萌野さんに。萌野さんがあれをきっかけに読書ハマったって言ってたから、これはもうちゃんと後輩として読まなきゃいけないと思って手に取ったんですけど、でもマジでめっちゃスルスルもう気になるって読んだんですけど、ちょうど下巻に差し掛かるタイミングで、選書ボックスの準備をしなきゃいけないかな。そうかで止めちゃったらなんか次ね、あれ一回止めちゃうとダメですね。そうね、なんかやっぱ上下巻に分かれてると、一気に読んだ方がいいなっていうのを思ったんで、今このなんだろう辻村モードができてる間に行くかとか思ったり、なんかあれは私の人生にすごい大切な、出会いだったから、今その辻村スイッチ入ってるなら、辻村さんってほんと唯一無二だからね。ジャンルが辻村っていうジャンルだよね。でもなんか上巻読んだ時でもなんか萌野さんがこの本好きで読書好きになったの、いいなっていうのをすごく感じた気がする。何その可愛い感想、嬉しい。なんだっけ、なんかいいな、この読書の好きになり方すごくいいなって思った気がする。私とかなんか結構袋はファンタジー小説みたいな、小学生みたいな入り方だけど、なんかそれはそれで良かったですけど、なんかこう、ね、一個好きになったきっかけの本が今もなおいろんな人に愛されてる本なのもすごくいいし、なんかやっぱそれでみんな入りやすいんじゃないかなと思って、スローハイツって今もたくさん売られてるじゃないですか。そうだね、だからみんなもじゃあこれきっかけに読書始めてみようかなみたいな、なったりする人多いんだろうなって思ったら、私なんかフクロウの小説今読むかって言われて全然おすすめしないんで、じゃああれだね、大人になってから本を読むようになることのなんか良さもあるね。そしたらすごく進めやすい。私の好きな本は大人向けの本ばかりだから、大人になってからしかちゃんと読んでないから。でも、それは高校生ですよね。私高校生の時何読んでたんだろう。辻村さん全然読んでなくって、そうだ、高校生の時にさ辻村美月さんに出会ってたら私どんなになっちゃってたんだろうってそういう自分に出会いたいかも。私タイムマシーン乗れるならあんまり人生後悔ないんだけど、辻村作品とともに育った自分の高校時代見てみたかった。
確かにそれはあるかもしれない。10代でこの作家読んでたらみたいなのは、気になるもっとさ、だからリアリティを持って感じたのすれてたかも。なんか突然男の子を屋上に呼び出したりしちゃってたかもしれない、辻村さん多分それ言いたいわけじゃないんだけど。いや、わかります。屋上呼びがちなんかあと2人きりになんか平日の授業中なりがち授業抜けがちだから、辻村さんのいや、やだなそんな女子高生そうだからまあ大人になってからそれを見れてもよかったの。どういう気持ちで彼女は書いてるんだろうね。いや高校生とかに届けって思ってるのか、その大人たちの青春という幻想をちゃんと救ってあげようと思って、なんか人生の伏線回収に近いな、辻村さんの本読むのは。なんかすごく好きな作家さんだよね。もう好きだと好きだよね、もう本当に。そうで、しかも今回届いた本の帯に本当に分厚いな。そう、本当に分厚かったんですよ。これを本当に分厚いね。そう、本ってちょっと筋トレに近いとこあるじゃないですか。トレーニングだよね。この本読み切ったぞ、俺みたいな、それもなんかこの達成感も気持ちよかった。わかる。なんかで分厚さにビビっちゃう人は、私結構電子もおすすめ。電子の方がサクサクいけて、こんな分厚かったんだってなる。私なんか電子だとまだ終わんねえのかって思っちゃって。そうなんか結構紙の本の方がもうここまで読んだのねっていうページの分厚さができるじゃないですか、前半と後半で。電子だとなんか私の設定の問題か何%みたいなのあんまし分かってないみたいなナンバー何とかどこみたいな。なんかずっと続いていく感じは確か果てしなさはあるかも。私もう終わっちゃったが結構軽やかに読めて、気がついたらこんな分厚かったのねっていうのも好きだけど。でも電子で読んで最高に面白かった本って紙で間違いなく面白い気がする。そうだからそれで電子の方が面白いってことはないのよね。私もねそれ思う。それはめっちゃ思います。わかる。確かに紙の本で、電子が途中までよくて読み替える時あるもんね。紙で終わりたいっていう。なかなか読み返すことあんまり私ないんですけど。そうだね。そう、紙の読書時間の方が私は好きだから、Kindle でこれいいんじゃんって思って紙で読んだ、やっぱねみたいなのは、結構なんか確率高い気がします。そうか、じゃあ読書スランプ救ったのがそんなに分厚い辻村さんの長編だったんだっていうね。本当によかったなって思って、ありがとうございます、この本選んでくれて。いやよかったずっと入れたいんだけどね、辻村さん上下巻多いからね。いや本当にね。そうで、このね帯の裏に漏れなく読みたい、ずっと読みたい辻村瑞希の本って言ってまたなんかチェックリストみたいなのがついてたんですよ。そんなのあるんだ。今来たら読みたくなっちゃうじゃんみたいな。やったな講談社って思ってそう、すごいね。萌野さん辻村さんめっちゃ好きですけど、結構もう埋まるんじゃないですか、このチェックボックス。でもね、読んでないのある。名前探しの放課後とか、VTR とか読んでないな。めっちゃなんかいっぱい、思ってる以上にいっぱいありますよね、辻村さんの名作。本当に多い。でも特別好きだったかな、その氷のクジラとスローハイツもだし、今回先週悩んだのが青空と逃げるっていう作品もあって。辻村さんですか？そう、それはね、息子さんと2人でこう日本津々浦々逃避行というか、そう訳あっていろいろなところに行く、お母さんと息子の話なんだけど、なんかねそれを読んで、それでも全然素晴らしいいい作品だと思ったんだけど、ちょっとわけわかんないけどなんだか人気な氷のクジラ、このタイミングでちょっと選書候補で行ってみようと思ったら、もうあらすじわけわかんないじゃない。ドラえもんわけわかんないクジラみたいな。本当にそう、なんだっけ、海洋生物ドラえもんミステリーみたいな、なんかそれぐらいしかキーワードなくて、あらすじ読んでもなんか結構読む時ってやっぱあらすじちょっと読んで頭と心準備してから行くじゃないですか。そうだよね。全く意味わからんとか思いながら、でもなんだろう、ドラえもんって
やっぱ本当にすごいんだなって思ったのが、そこ行った。そこ行きました。結構なんか私小中学校まではしっかり見てたんで、この道具わかるわみたいな。そういうことね、わかるんだよねみんな。そうなの。わかるからなんかそのなんか全国民の共通認識作ったのすごくない、って思っちゃって。確かに。そうでちゃんとそのなんだろう、タイトルがね、ドラえもんの道具の名前を使ってサブタイトル、小分けされてるんですけど、ちゃんとその道具の通りそのストーリーが組まれてる感じも本当に素晴らしいなみたいな、辻村さんのドラえもん愛ひしひしと感じ。そうだよね、あれは好きだよねドラえもん、ね、ちゃんとなんかでさタイトルをそのドラえもんとか秘密の扉とかそういうのにしないで、ちょっとでもクジラかって言われると、クジラよりドラえもんだもんねこれ、タイトルをクジラにしたのとかももうセンスいいなっていうか、この本のクジラにしての最後のラストの感じで私はうおーってきたんで、来ちゃった、そう辻村さんみたいな、なんかいや本当に神作、これはよかったよかった。いや私も本当に好きなので嬉しい。しかも本ってさ、やっぱ読んでみなきゃ分かんないで、読んでよかった時にくれる充足感はもう何にも代え難いよね、これ。でもさ、つまんない作品だった時本当に時間返してほしいよね。このバランスよね、読書って、難しいですね。なんか分かります分かります。いやでも私は一回実は氷のクジラは大学生の時になんか読もうとしたタイミングがあったんですよ、すっごい面を消されてた時期があって、なんでだったのかな。で私は読んでなかったんですけど、友達がすごいこう頑張って読んでて、で、どうだったって聞いたらすっごい暗かったって言って、なんか顔青ざめててだからみたいな、そういう感じの本なのねっていうので、なんか印象終わってたから、多分そうか、本当に自分じゃ買うことなかったと思うんですよ、でもなんかこんなに本当にもう忘れない一冊、ずっと私はこの本のことを覚えてると思うし、だって読み終わった後、感想めっちゃ今書いてるんですけど、ノートに。なんかそういう本あるよね、ついペンで書きたくなっちゃう本ね。ブワーみたいな、すっごい殴り書きして気持ちよかった、全部よかった。チャプターズの選書に入れようか。どんな人におすすめか、これでもさ、どんな人におすすめかって分からん。だってななみちゃんが私読書スランプなんですって言って、じゃあこれ読んだらいいよとは出てこないと思う。ね、本当に、読書スランプの時ってなんか私は割と心が落ち込んだらこの本とかで、そのパーソナル選書する時も結構思ってたんですけど、読書スランプになった時に読む本って結構難しいなって今回めっちゃ感じて、なんだろうな、でもそういう時こそやっぱ選書なんじゃないかって思いました。面白い本をなんかこう自分で無鉄砲に探すよりも、誰かがすごく心強くこれがおすすめですって言ってくれた本の方が抜け出しやすい気がする、じゃああれかもね、もう本今読めないタイミングに来ちゃったって人いたら、おすすめの本ないって周りの人に聞くのがいいのかもしれないね。本当にそれが、しかも短編とか長編とかマジで関係ないっていうのがめっちゃ思います。そうかも、いやすごい。氷のクジラはじゃあなんか読み終えたなんか私まだ本読めんじゃんっていう嬉しさもあるね、この分厚さ。そうし、でもなんだろう、本読めるじゃんの嬉しさとともに、なんかあまりにもいい作品すぎて、もう終わっちゃったっていう悲しさが残った、どうしようもう一周するとか思って、もう本当私すっごいぐらいページ折ったんですよ、いっぱい。なんか本当だ、いい言葉いっぱいあるよねそう、もう本当にいいシーンがいっぱいあったなと思って、さすがにもう一周はしないでこのままちょっと違う本行こうかとか思ったんですけど、じゃあ読書スランプ抜け方みたいなことを今回長らく経験して、なんかあるかな、ななみちゃん的に。そうね、でもなんか本が好きな気持ちは読んでも読まなくても好きじゃないですか。だから読めない時は本当に割り切って読まなくていいし、なんかずっとじゃあドラマとか
映画アニメ見るのもめっちゃ楽しいけど若干飽きてくるんですよ、そのルーティーンって、って時になんかまたふって本開いたら来るかもしれないから、なんかその本気になってるなっていうのをどっか頭の片隅に置いとくぐらいでちょうどいいんだろうなって気がしました、だから、そうだな、まとめると読めなくなってもあんまり気にしないそうねそうあんまり気にしない、本当に浮上してくるからね、読みたい気持ちが、それまで待つみたいな。読めがめっちゃ一番だなって今回思いました、でもそう、でもなんか読めないどうしようって悩むんだったらなんかこう、週に1回でもいいし毎日でもいいけど、ちょっとページを開くっていう動作は毎日ルーティンとして残しとくと、比較的早い段階で読めるようになるかもしれない。そうだね、でもさ、その本当に大きい声で言いたいよね。私とかやっぱりさ、いっぱい読んでる人っていう認識がさ、少しずつついてきちゃってるけど、マジで読まない時あるから、もうそれをねやっぱ大きい声で言っていきたい。本って難しくてつまらなくて遠いものだってことをやっぱ忘れたくないね、書店士としては。ね、本当、でも読める時ってなんかすごい、読めるぞってなるけど、読めば読むほど本との距離感じません？なんかいや感じる。なんかもね、なんかこんなことも私知らなかったのかとか、読みたい本もどんどん増えて果てしなくて落ち込むよね、本をいっぱい読むと。そう、すっごいこの世の中にはまだまだ本あるのに、まだまだ本出てきて、私は一生使ってもこの本たち全部知れないんだなって思ったら、なんか宇宙っていうかなんか不思議な気持ちになる、だから趣味は読書ですって言いづらいのかもね。でその後さ、ジャンルとか聞いてさ、なんか知らなかったら恥ずかしいとか思っちゃうもんね。そうね、もう言いたいよね。本をなんだろう、好きって気持ちがあれば本好きだし、趣味は本でいいと思う。本当にそう思います、なんかいや本当にそうめちゃくちゃ思いました、なんか本好きみんなハードル高すぎよってすごい感じたな、なんか私最近思うのが、本が好きだとやっぱ時間をたくさん使ってる年齢が高い人の方がさ、たくさん本読んでるしさ、本好き感出るじゃん、オーラまとうじゃん、だけどなんかそこでその自分が好きだった作品にこうどんどん深くいくと、その本が読めない自分落ち込むじゃない、あの本好きの人はこんなかっこいい本読んでいるのに自分はみたいな。なんか私はやっぱりもうどんどん新しい本、分かりやすい本、簡単な本と言われるようなものの面白さとかをちゃんと見出せる人でいたいと思って、なんか最近本当に誰かの一冊目になるっていうことをすごい毎日考えてる。確かに。だって、いや古い本はもちろんねそれの価値があるし、今も読み続かれてるっていうのはありますけど、新しい本もちゃんと吸収していかなきゃ、なんかそりゃ本屋なくなるよねみたいな感じする、出版社だってなんかいやもうこれが今はおすすめなんですって言ってちゃんと太鼓判をして世の中に出してるわけだから、なんかちゃんとこう幅広く目を向けてった方が絶対楽しいなって思います。その中でなんかじゃあ繰り返し何十回も読む本があるとか全然いいと思うんですけど、いや難しい本当に。だって私も村上春樹が好きな母に憧れて読書を始めましたけど、全然村上春樹の本得意かどうかで言われたら読めない方です、そうだよね、難しいなみたいな。だから今やっぱ村上春樹いいよって5、60代の方にお勧めされても、それが20代なんて、私も遠いのに今もう36歳になって、それが面白いって言えなきゃ本が好きって言っちゃいけないのかみたいなプレッシャーあるから、もう私やっぱりちゃんと読もう、なんか幅広くって思って、そのラノベとか、あと結構比較的若い作家さんとか、あとは逆に遅咲きであんまりこうメジャーじゃない方とか、もう50歳で初めてデビューとか、なんかそういう方とかも知られてない方をやっぱどんどん読みたいな、いい人を紹介して、みんなの誰にどの本がぶっ刺さるかみたいなのって、で分かんないから、そこのタイミングになれるようにしたいなって思うね。でも本当に戦勝が仕事だから読んでいるけど、そんな戦勝が仕事ですら読めないよってことをやっぱ
ななみちゃんが隣で体現してたし、やっぱちゃんと体験としてなんか話すのいいなと思って。ちょっとここまでなると最初恥ずかしくて言えませんでしたもん、萌乃さんに、あ、本当？どうしようとか。そっか、そう、私も1ヶ月ぐらいのノリだと思ってたら、あれみたいな、こんなに読めないけど大丈夫かみたいな。でもなんかさすがに先週遅れてきだすし、言っとかなきゃいけないよな。そうだよね。確かにヘルプが来て、私、確か私も読めないことあるけど、ななみちゃんの今回ちょっと長かったね。でもなんか思い出に残るね、多分読めなかった時期として思い出すだろうね。そして読めるようになった第1作目の氷のクジラ忘れないだろうね。いや忘れない、本当になんかすっごい、ね、もうなんだろう、これまでもいい本ってたくさん出会ってきたと思うんですけど、特になんか残ってるなって感じが今もまだある。読み終わって1週間ぐらい経つんですけど、ずっと忘れらんない。ずっとその氷のクジラのことばっか考えてて、まだ辻村さんって絶対天気で言うと本当曇天なんだっけ、雨降りそうな雲なんだけど、すっごい爽やかだよね。本当になんか湿気がないというか、そう湿気ないんですよ、なんだろう、最後の清涼感というか、本当にそれが私もいつも不思議。なんか水底フェスタとか読んだ？読みましたね。あれとかももうドロッとじとっと池の周りでさ、もうなんかもうジメジメの湿度のようで、やっぱ最後1ページ1行目までいいもんね。あら、もういやでも辻村さんもまた本当いろんなドロドロだったりジメジメだったりを書きますけど、今回の私結構好きだったな。あ、本当。傲慢と善良とかがやっぱあれかな、アラサー女の子には刺さるかな。善良読んだことないんですけど、結婚の話ですっけ？そう、結婚相談所の話。私あれも好きだけど、私はやっぱ辻村さんが描くその10代の感情が、だから辻村さん人のこと見えすぎて10代ぐらいに憑依しないともうなんかきついのかもしれない。わかんない。恐ろしい人だよね。いや恐ろしい、本当に恐ろしい。いやだってなんだろう、割と辻村さんの主人公って共感しやすい主人公あんまいないじゃないですか。いないよね。でもいるじゃないですか。いるよねみたいな。なんか、いや多分ご自身のことじゃないんだろうなって思うんですけど、全然違いそう。あとやっぱ感情のね、どこかに共感があったり。でもそうね、島は僕らとも読んだリネチャプターで過去入れたけど、いじめのシーンとか私読めないもん。あれはちょっとはぁみたいな、読むけど結構気合い入れなきゃ読めない、なかなかリアルなシーンで、だから感情のまま結婚相談所とか結婚とか、今私たちのど真ん中の事象を書かれると、もう立ち直れない。そうですよねもう読めない傲慢と善良はなんかちょっと読んで食らうものはでかいよね。いやもうほんと文字だけで食らわせる辻村さんやばいですけどね。しかもなんかミステリーでもなくなんだファンタジーでもなく冒険とかゼロだもんね。なんかもう辻村さんっていうジャンルですよね。そう、ほんとそう思う。体に気をつけてずっと書いてほしいな、辻村さん。めっちゃわかります。よかった。辻村さんを制覇したいぐらいのなんかそうだね、深さがありますよね。読書スランプと辻村美月だったね。じゃあななみちゃんは。そうでしたね。すごく私は良かった。なんかみんなの読書スランプに辻村さんの本がいいのか分かんないけど、もしかしたら、その心のお天気分厚い雲ってなんかじめっとした雨だったら、その分厚い雲の感じが作品にもある辻村さんの本は合ってるかもしれない。なんか私結構救ってくれたの、去年2月1ヶ月1冊も読めなかった時は宮下夏さんの、あれ太陽のパスタ豆のスープの再読。ああそうなんだ。すっごい幸せな気持ちになった。
あれは結構なんだろう、自分に自信がなくなった時に読む本ってもう決まっちゃってて、そうか、今自分に自信がないわけじゃないんだよなとか思ってそうか、今もう外的要因、そうね、外的要因によるそのなんかこう悩みだったりとか、自分じゃいかんともしがたいね悩みとかだと、確かにちょっと豆のパスタ、豆のスープか、太陽のパスタ、豆のスープちょっと違うかも。なんかいろんな解決方法があるけど、でもやっぱ読書スランプにはみんな向き合わなくていい、こういう時期なんだって思ってほしい。向き合わないでください、だからなんかね、読めない代わりに他のこといっぱい楽しむ時間にしようが、多分一番いい気がします、本当になんか遊び尽くしたら疲れるんですよわかるもう飲み行きまくっても映画見まくっても、ドラマ見まくっても SNS 見まくってもみたいな、なんかちょっと飽きてすることないなってなった時が、結構タイミングだったりするかもしれない、なんかしかもさ、それで言うとさ、本ばっかり読んでさ、うちに答えばっかり見つけてさ、素敵な文学ばっかりに触れちゃうこともちょっと怖いよね。わかります、だから読書範囲の時も怖いもんね、もうすっごいなんか読めることすごくいいことだけど、読みすぎて、なんかもう自分と本しかこの世の中ないみたいな、わかるなんかそれもいいのかって言われたらあんましよくないような気がして、やっぱこうそうね、あの気持ちよさがあるけれど、だから多分どの本にも人間関係が出てきて、人付き合いが出てくるから、やっぱり私はそれを経験になんか外ですごいたくさんお友達作ったり、いい話したり笑ったり、その明るい本読みでいたいなと、暗い本を読んでもむごい本を読んでも思う、確かに明るい本読みいいですね、私もなんかスマホの充電なくなったら本読めばいいじゃんのマインドでずっと生きていきたいなって思ってて、極力モバイル充電を持たないようにしてるんですけど、そうなんだ。もうなんか世の中の電車乗ってるギャルたちがいつかスマホじゃなくて本読んでたらいいなっていう、世界観を描いてるんで、明るい本読み増やしたいですね、もっと。そうね、しかもなんか明るい本読む結構家で読んでたりするから、その外にはね、外ではみんなスマホばっかいじって若者はけしからんみたいな雰囲気にもあるかもしれないけど、もしかしたらベッドサイドは本で溢れてるかもしれないよね。そういうのとか可愛いよね、だってさ、うちのお店来る子とかもさ、もう選書で本の話始めるまでは、なんか丸いとかルミネにいそうみたいな、ね、そうすっごいおしゃれな子来るんですよみたいな、どうしてうちにって思う時ありますもん。だから本が好きってやっぱ一言目開いてないだけでみんな口を意外といるし、ちょっと流行ってきてるしね今、なんか流行ってきてる感じがする。ほんとそれこそなんか最近より思うんですけど、ルミネとかにいそうな可愛い女の子が予約してきてくれて、普段本好きですか読むのって聞いたら、全く読んだことないっていう感じの子もそう増えてきてるんで、読みたいと思ってうちを見つけてきてくれた、大正解おめでとうございますみたいな気持ちで結構迎え入れる回数増えたなって思うんで、なんかそういう使い方そうか、してくれるのめっちゃ嬉しいですね、こっちとしても。ルミネ丸いチャプターズみたいになりたいね、じゃあ。そうですね、もう明るくさ、本なんて全然読んでないですって来てほしいよね。いや、そうなんかあと、最近なんか本結構好きですって言われたお客様には私すごい逆選手してもらっちゃってる、最近良かった本教えてくださいみたいな聞きます、私も。そうでみんな教えてくれんだよね、丁寧にね、すっごい嬉しい、友達増えた気持ちになるよね。本の話ってね、なかなかやっぱ選手のお客さんもですけど周りにあんまりいないのか、話して楽しかったっていう方も結構いらっしゃったりするんで、ね、その点でもいいし、本当に読んだことないもうウェルカムって感じです。そうだね、なんか本読んでる人も読んでない人も、本の話をするの好き、私。楽しい、なんかいろんな楽しさがありますね、選書って。
じゃあ読書スランプを抜け、でも読書スランプに悩まないでほしいっていうことが伝わればなんかいいね、はい、あと氷のクジラめっちゃいいぞっていうことが本当に分厚さに負けるな、マジで、本当に良かったです。もう、なんだろう、ね、ちょっともうちょっと感想を整理して世に出せる形にしたいなって思うぐらい、私絶対インスタかなんか YouTube か投稿しようと思ってるんですけど、そう嬉しい、ね、本当にいい作品でしたね。ね、今月チャプターズまだ続いてるからね、3月末までは。いや今月だけ本のタイトル出してて、アペロできるの超いいと思う。最高。じゃあもうずるい、私もアペロしたい本当に、ビデオチャットしやすいと思う。結構自分の内面とか幼少期と10代とかのなんかあれ何だったんだみたいな感情に触れる本だから、言ってほしいね皆さん。ちょっとチャプターズ3月始めるのおすすめ。とてもてか氷のクジラがおすすめ。他2作もいいんだけど他2作もいいんだけど、どれもねどっちもいいですけど、たまたまねこの熱量で2人でなんか合わさっちゃったから氷のクジラしか売ってない本屋さんみたいになっちゃったけど本当今月、ね、いや違うんですよ、そう今月おすすめばっかり並んでるんでちょっと見てほしいね、そんな感じかな。そうですね。じゃあちょっとラジオ撮ってみました皆さんいい読書ライフを、本楽しみましょう一緒にね、楽しみましょう、ではまた次の動画で会いましょう。失礼します。バイバイ。